13位広瀬真奈と。それでもいい。歌もリズムのピッチもすごい正確で、とにかく歌がね本当に美しいし真面目な性格ですね。その時になんか3人でこうわちゃわちゃやってる感じからしたら、これもうやめてみんなでこっちバーって3人で来て、あそこそれからみんなマイク離し気味でバックトゥバックって最後ボリューム抑え気味の、でもなんかみんなで見栄えみんなで歌ってるからチームとしてなんか終わってるみたいな。マナとはやはり今は持っているスキルより低く評価されることが増えてきていると思います。歌唱力が高くても声が響いていないというのは、得てして体が閉じている時、口が閉じている時、表情筋が使われていない時、そういう時に起きがちです。逆に言うと、今まで培った歌やダンスのスキル、特に歌のスキルっていうのは体の使い方一つで何倍にもなるものだと思っています。今は体が使えていないから少し本来のスキルより下に見られているところは絶対にあります。それは確かに理解してほしいです。全てを開いていきたい。体だけじゃなくて心もかな。もっと開いていけると思います。もともとの技術がとても高いことを僕たちも知っていますし、それが開花される瞬間が来るというふうにとても期待しています。よろしくお願いします。ありがとうございます。多分本当に誰よりも自信なかったと思うんですけど、結果は呼ばれた時は本当にすごいありがたくて、嬉しい気持ちだったんですけど、それよりもなんか今日のパフォーマンスの時が本当に自分の中でずっと後悔してて、それをなんかもうちょっとこうしたらよくできたなとかをずっと考えてて、本当にこの、合宿審査にこう進めるっていう意味をもう一度確認して、本当に気合を入れ直して自分がもっともっと上の方に行けるように、グループパフォーマンスもその合宿審査であるかわからないんですけど、自分のことをもっとアピールしつつグループでもこう活かせるように頑張りたいと思います。14位小沢直樹。ありがとう。本当に歌もうまくてダンスもうまくて、あとこういう要素があればっていう非常に厄介な要求だったと思います。ずっと言われていることは、二次審査からずっと言われていることはとても厄介なことだと思います。エゴを出せとかさ、なんか難しいオーダーだったと思うんだけれども、技術でそれを解決しようとしたり、パフォーマンスになったら
歌詞の世界観にのっとってそのまま出せるようになったり、気がついたら君は武器の一つとしてそれをすでに持ってるのかもしれないなと、少なくとも今日のパフォーマンスを見たら思いました。本当にもう安心というか嬉しかったんですけど、正直その呼ばれる前は自信があったんですよね。すごく嬉しくてめちゃくちゃその心臓がバクバクしました。もう一個すごく気になっているのは、見るたびにやはり小沢君も歌とダンスが少しずつだけど決して止まらず成長しているということが怖いです。そのタイプは本当に天井がないと思うので、どうかそのまま磨き続けてほしいですし、変わらずスキルが高いのはもう知っているので、パフォーマンスする際にどうやったらもっと丸々な気持ちにさせられるだろうか、セクシーなパフォーマンスとかも見てみたいし、そういったパフォーマンスの方にもう一回頭を切り替えて集中してやってみてもらう時間も作ってほしいなと思います。技術が最優先にならないでください。それはクオリティファーストとは言わないので、技術をうまく使えた時にそれがクオリティと呼ばれるので、楽しみにしています。ありがとうございます。技術だけがクオリティじゃないんだよって、クオリティファーストとは言わないんだよって言っていて、だからその自分の技術を最大限に生かして自分のアーティスト性を発揮できたらいいなと思いますし、見つけていけたらいいなと思います。次で最後になります。15位、門沢玲子。ありがとう。ありがとう。こんなことってあるんだなっていうのをすごく実感しました。本当に短い時間でもちろんどこまで成長したかっていうのは当然見たいとは思ってました。それはそのまま例えばこの先のデビューだったりまでの時間があるときにどれだけ成長してくれるかの指針になるからです。期待はしてました。でも僕は今まで生きてきて17、8年くらいはステージの上でパフォーマンスをするっていうのをやってきたけど、今まで見てきた人は多分何万人とかだと思うんだよね、芸能をやってる人、その関係者。その中で一日でこれだけ伸びた人間を僕は見たことがないです。そして伸びた結果何が起こったかっていうと、もともと声がいいな、歌がうまいな、うまくなりそうだなって思ってた歌までうまくなってました。多分音楽との距離が縮まったからだと思います。君はダンスの練習しかしていないのに、ダンスのことを考え続けて、音楽のことを考え続けて、パフォーマンスのことを考え続けて、チームのクオリティ上げることを考え続けて、その結果もともと持ってた武器の歌までうまくなった。こんなことは見たことがないです。正直ここ何年かで一番感動しました。だけど本当に忘れないでほしいのはまだ途中なので、これから合宿審査っていうのは長く続いていくと思いますし、まだまだ人生始まったばかりですし、どうかこれから起こるようなことを楽しんでほしいですし、君のクオリティが上がったのは君のチームメイトのおかげであることも忘れないでください。そしてこれから先チームになった人とかが何かで困っていたら助けてあげてください。
で困ったらまた助けてもらってください。そうやってやっていくととんでもなくいいチームが生まれるので、とにかく今日は素敵なものを見せていただいてありがとうございました。アーティストになるっていう夢がまたファって少しでも開いたような感じがして、もう心燃やしてもう頑張るぞってやってたらってなんかいろんな感情がこみ上げてパラーってなりました。同じチームメイトの子たちが教えてくれたおかげでここまで来てるんで、本当に周りの子たちに感謝してますおじいちゃんおばあちゃんとお父さんお母さんに一番認めてもらいたいっていう気持ちがあるので、本当は帰ったら受かったぜって言いたいんですけど、日高さんにって言われたんで頑張って言わないようにしますありがとうございました。そんななんか座ったままにならないでください。本当にありがとうございました。素晴らしいパフォーマンスでした。梶君もクオリティが高いダンスと歌があったのは間違いないことですし、素敵なパフォーマンスを本当に見せてくれてありがとうございました。凛太郎もすごいことだと思います。どこでどうやって勉強したらこの才能がこういう風に育つんだっていうのを実感させてもらったのはすごい経験でした。本当にありがとうございました。会えて嬉しかったです。ありがとうございました。ありがとう。ゆうすけは歌もラップもすごいっていうのが自分のすごい武器だっていうことを絶対使ってください。朝日頑張ったな。頑張ったよな。めっちゃ疲れました。めっちゃ疲れたよな。びっくりした。全員が感動したんだよね。スタッフ全員がその姿に感動してしまった。ただすごい頑張っているから感動したから入れてあげようよっていうことをやるわけには俺たちはいかないから、しっかりと冷静に判断して、じゃあダンスのスキルとか歌のスキルとかが今現段階でみんなより上回ってるかっていうと、やっぱそこまでは届かなかった。2日で届くものではやっぱりなかったっていうのがただのそれだけだから。どうやったらあともう何人か連れて行きますか、どうやったらもう何人か連れて行きますかって、何回言ったか分かんないし、30人全員が全員違う角度で素晴らしい才能を見せてくれたから、俺は本当にみんなで合宿したかったって心から思ってるんだけれど、嘘がないです。俺のこの決断は間違いであったかもしれないです。君を落としたことは間違いである可能性は本当に多いです。願わくばちょっと思わせてほしいところもあります。だけどすごい才能があるって思っている人がいることは忘れないでください。しっかりしかもパフォーマンスを見た上でそう思っている人がいることは忘れないでください。どうか自分をリスペクトしてあげてください。ありがとうございました。お疲れ様です。お疲れ様です。全然そのままで大丈夫ですよ。改めてお疲れ様でした。お疲れ様でした。まあ結果を受けて、みんなちょっといろいろ今考えてると思うので、僕もちょっとだけお話ししてすぐ去りますので、もうさっき日高君が言ってましたけど、本当にオーディションっていうのはその作るグループに対しての適性がやっぱ重要視されることもあります。なので多分今日みんなそれぞれ心の底では俺の方がうまいしとかそういうことを思ってたと思います。てか思っててほしいです。それは絶対にそういう気持ちっていうのはなくしちゃいけないと思いますし、それはこれからもずっと持っててほしいですし、僕も今でも思ってます。だけど今回のオーディションにはハマらなかったっていうその結果はその結果も受け止めてほしいです。いずれどこかのステージで共演できることを楽しみに僕も頑張りますので、皆さんもこの結果を気にして今後も楽しく音楽を続けてください。
今日はお疲れ様でした。30人まで残ることができたのはすごく嬉しいなと思います。あと選んでくださった方に本当に感謝したい気持ちでいっぱいです。音楽は好きなので形は違えどまた別の形で何か関わっていきたいなと思っています。僕は本当今まで悔しい気持ちをしてきて、今回もまた悔しい結果になっちゃったんですけど、絶対に夢を諦めるつもりないので、これからも努力して見えてきた課題を本当こなして、絶対に負けない存在になって、いつになるか分かんないですけど恩返しできたらなって思ってます。選ばれなかった瞬間はやっぱりすごい頭が一瞬真っ白になったというか、今後どうしていこうかなっていう不安にもすごいなって、でもこの2日間ですごい評価してもらえた部分とかもすごいあるので、必ずこの2日間を生かせるように今後したいなって思いました。でもすごいやっぱ悔しいです。音楽をしたいなとは思いますし。よく似合うね。うわ、思ったより順位が上がったっていう人もいるかもしれないし、正直自分的には納得がいってないなっていう人もいるかもしれないんだけれど、みんな素晴らしいのは確かなので、クリエイティブファースト、クオリティファースト、アーティストファーストって言ったのに全く偽りはないです。そういったことを多分やっていきます。バラエティ要素もないです。純粋に音楽に関する審査だけが始まります。1ヶ月間決して長くはないんですけど、基礎的なトレーニングに始まり、課題でありながらその育成プログラムでもあることをずっとこなしながら、必要な力、クオリティ、クリエイティビティ、アーティシズム、この全てをできる限り高めてもらいたいと思ってますし、それができる15人が残っていると思ってます。なので、今できる予習があるとしたら、音楽とどんどん仲良くなってください。いろんな曲聴いて、どの曲のどういう場所がなんでいいって自分が感じるのかとか、なんかそういう感じかな。音楽と仲良くなっておいてください。本当にすいません、ありがとうございました。ありがとうございました。ここに選ばれたからにはもう全力で吸収しまくって、もうデビューまでいけるように頑張りたいと思ってます。本当にやっぱ落ちた15人のためにも、やっぱ一緒にこれから頑張る14人のためにも全力で本気で過ごしたいなって思いました。他の14人みんなとコミュニケーション取れるのもすごい楽しみですし、きつそうだなって思う反面、そのドキドキしてワクワクもしてるから、すごいなんか楽しみじゃ楽しみで、不安なところで言えば、何が起きるかわからない状況下に置かれると思うので、そこについては常に万全の体制を取っておかないとなっていう不安があります。自分に足りないところを仲間と一緒に、仲間のことをリスペクトして自分がもっと成長して素晴らしいアーティストになれるように、すごく自分をとにかく追求しなきゃいけないなだったり、自分との勝負になるのかなと思ってるので、なんかそこは、一番大切なのはみんなと比べてっていうよりも自分をっていう感じになるのかなと。もちろんワクワクしてるところもありますし、やっぱもう受けたからには絶対最後まで残るっていう気持ちでもう行きたいと思ってますし、親にも恩返ししたいなと思ってるので絶対受かります。芸能で目指してる人たちで15人で日常生活を一緒に暮らすことってないと思うんですけど、みんながみんなライバルでもあるし、でもみんながみんな認め合ってグループでパフォーマンスするときは、そうやって認め合わないといいパフォーマンスは、リスペクトもしないといいパフォーマンスできないと思うので、みんなと打ち解け合いながら、自分もグループの中に消えずにというか存在感を消さずに頑張っていきたいと思っています。一番最初に言っとかなきゃいけなくて、一番大きいのは
これやって正解だったということで、なぜなら若い才能がこんなにいたっていうこと、そして彼らは今回このオーディションやんなかったらひょっとしたら日の目を見ることがなかった可能性もあるっていうふうに考えると、それだけでも本当にやってよかったなとまずは思ってます。落っこちた子と受かった子の境界線が、その技術のために音楽があるのか、音楽のために技術を使えているのかの違い。音楽ファーストなんですよね、結局。クオリティファースト、クリエイティブファースト、アーティストファーストって一言で言うと何って言ったらもう音楽ファースト、順位を大きく上げた子とか1位の竜兵とかはやっぱり自分が持っている技術、それから頭の中とかを使ってこの音楽をどう表現したらいいだろうか、音楽があって彼らがあるっていうことが本当にできていた子たち。逆にその順位を落としてしまったり、もしくは残れなかった子たちに共通してるのは、ものすごい高い技術持ってるんだけど、どうしてもその技術を見せるために音楽がある子がどうしても多かったなと思います。決してだからダメだっていうことではないんだけど、高い技術を音楽の表現のために使うのではなくて、高い技術を見せるために音楽をこう使ってしまったとか、残念なところでした。人の歌を聴いて感動する時って技術だけで感動することって多くないですからね。その技術を使って感情を丁寧に表現されたり、表情も込みでそういうものが出てるから感動するわけで。でもやっぱり人間が人間を集めて人間を選び人間を落とすっていうのはすごい業が深いことだなと改めて思いました。でもやんなきゃいけない、絶対に必要だから。怖くても進まないといけないんでねその炎を燃やせと。自分の曲に一番インスパイアされてるのが自分これも一つのクリエイティブファーストなんでありがとうございます。3次審査を通過した15人には合宿審査に参加してもらいます。場所は山中湖のほとりで、期間は1ヶ月間、寝る、ご飯を食べる以外はずっと音楽漬けの生活になります。はい、あれまたさ